皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳ワーフです。いやー、すごい人です。今日は10月歌舞伎座 B プログラム仁左衛門さんの第2部を見に来ました。楽しみです。いやー、本当に第1部終わってから満足したお客さんと第2部これからという高揚したお客さんで、本当に歌舞伎座満員で素晴らしいです。それでは行ってみましょう。レッツゴー。今、義経千本桜第2部 B プログラムの好みと古今を討ち死にが終わりました。いや、初日に A プログラムの、同じ古今を討ち死に好みを見たんですけども、松緑さんのやり方、音羽屋型、そして江戸前のやり方と今日のこの仁左衛門さんのこの髪型のやり方、結構別物のような感じがしました。この仁左衛門さんのやり方、結構テンポが良くて、物語がくっきりしていて、分かりやすかったです。そして、面白かったです。あらすじはぜひ私の初日に作った動画、好みと古今を討ち死には10月の前半の解説に入ってますので、そちらをご覧ください。やはりこのゴン太をやる仁左衛門さん、ちょい悪、悪ガキという感じでしょうか。少し愛嬌のある、でもドスを聞かせるときは聞かせるという少し人間味のあるやり方だったように思います。しゃあないな、やがめしいわいというようにくっきりとしてました。何にもしてへん。やっぱりこの大阪弁の柔らかさ、そして、この迫力、この浮き沈みがとてもよく物語を表してました。あと違いは、まずこのゴン太がどんぐりを六代気味のために取ってあげる。そこでどんぐりが盛大に木から落ちる、2回落ちる、そういうのもリズムを作ってると思います。そして、荷物を、わざと取り違えるとき、古今吾がこっちを見てるとき、わざと指差しをして古今吾の視線をそらして、そして荷物をわざと間違えて取っていました。そして、詰める古今吾に対して、やかましいわいと、この足を古今吾の動きを止める形、これも、綺麗に決まってました。仁左衛門さんが、いろんな人の型を学んで、髪型の型を学んで、そしてまた自分で作っていくと。型よりも心という、その域に達している仁左衛門さんならではのゴン太だったと思います。ぜひ A プログラム、B プログラム、または今後もそういう、役者、または家による違い、ぜひ見てみてください。そして自分の子供の手を握る、冷たい手をしているというところ、そして、子供から笛を受け取ってふーっと笛を吹くところ、本当に家族愛をそこで見せる。自分の奥さんに向かって、散々、自分の悪巧みをなじる奥さんをさらにブツブツ言っときながら、みずみずしいなという。そして、最後は、自分の息子を背負ったまんま、奥さんのお裾を足でめくる。久しぶりに会った奥さんを愛する姿、なかなか見せてくれました。そして次の古今吾討ち死にでは、左近さんの顔が変わったような気がします。とても優等生的で、目がつぶらで、見目麗しいというイケメンハンサムな左近さん
の古今語でした。まるで昔の話ですけども、横山光輝の劇画に出てくるような左近さん、古今語はここにおりまするという、切ない、追っ手に、捕まって、傷つけられてよろよろと言いながら、その叫びが切ないという感じがしました。そしてそれを支える義弟の声が良かった、よく通る声が素敵でした。ということで、古今語は果てる。その後、実は矢左衛門が来るところも A プログラム音羽屋型では3人でガヤガヤと来ました。でも B プログラムはこれはもう1人できて、家禄さん古今語の首を取ってきました。さあどうなるでしょう。休みが20分なんで、休憩20分なんで、さあ行きます。さあ B プログラム仁左衛門さんのゴンタ寿司屋、楽しみです。それでは行ってきます。こんな今日も満員御礼でしたけども、実は大阪の松竹座、歌舞伎もかかる大阪の松竹座が閉館してしまいます。ということで松竹に閉館しないでほしいという共同株主提案をしようと思ってます。ぜひ株主の方、またはそんな食事閉館に反対する方、この私の株主共同提案のフォームにご登録ください。力になります。ぜひ株主提案300個、集めて、松竹に提案したいと思います。そういうことか。今寿司屋が終わりました。まるで仁左衛門さんの最後の涙のように雨がしとしとと降っています。最後、いがみのゴン太、父親の忠義を実現するために、自分の女房を差し出し、そして自分の息子も差し出し、最後維盛を救います。維盛と若葉のないしと六代の君を救う。最後仁左衛門さんが、いがみのゴン太が腹を刺されて腹を切りながら笑って笑って笑ってにっこりとして満足そうに死んできました。いやー、悲しすぎる。いがみのゴン太と言われて、子供もつまはじきに許されて、みんなで遊んでるところでつまはじきにされて、おじいさんにあたる矢左衛門もそれが悲しいと言っていたんですけども、最後は父親のためにも、そして忠義のためにも、そして悪い自分は実は親思いで、親孝行したという満足でしょうか。いやー、最後苦しそうな顔から一転して笑って死んでた時、驚きましたけども、さすが仁左衛門さんでした。結構 A プログラムと、音羽屋型といろいろその演出、演技の仕方が違うと思います。仁左衛門さんの工夫かもしれません。本当に梶原景時が来る。そして維盛の首を差し出す。でも実は中は古今語の首だ。で、若葉のないしと六代の君の代わりに、自分の女房と自分の息子を差し出す。その時に自分の家族がバラバラになるということで、涙をこうやって眉を寄せながら、少し涙目になりながら涙を手拭いで拭く。
そして煙が目に染みるんだという甘いですね。その自分の家族思いをよく出しています。そして最後には父親に腹を刺されて自分の子供が使っていた笛をピーッと吹く。そして最後自分の子供の笛を入れた袋を頬に押し当てながら死んでいきました。親父さんという父親へのその懺悔の言葉、自分の思いを伝えるところも切なかったです。ということで、やはり仁左衛門さん、この家族愛というのを前面に出して、普通の人が忠義で引きつかれるその悲惨さをすごく表していたと思います。いやー、ぜひ仁左衛門さんのこの演技、よろしければこの P プラが見てください。そしてお里、これもりに惚れてしまうお里の米吉さんも良かったです。A プログラムだと左近さんがやっていたんですけども、やはり綺麗な女方のエースということで、声もいいし、体をくねっとさせるその女らしい仕草、そして指の先の指の使い方もやはり米吉さん、綺麗なお里、そして恋に破れるお里、そして自分の兄が死んでいく様を見るお里、米吉さんも素晴らしかったです。そして父親の矢左衛門をやる家禄さんも良かったという素晴らしい B プログラム寿司屋でした。ということで今月は A プログラム B プログラム違うんですけども、今日は B プログラムの中でも第2部ののみ、そして古今をうちに、そして寿司屋をお伝えしました。私がもともと見たのは初日で、初日からも良くなっているでしょうし、この日の移り変わり、そして役者による違いをぜひ皆さん見てください。他の月もそうです。ぜひ皆さん、私のこの動画にいいねをいただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。そしてぜひ今月見た方、A プログラム、B プログラム、そして皆さんが好きな役者、ぜひコメント欄にお書きください。全部私も返事を返してます。そして LINE 公式も毎週皆さんに有用な情報をお届けしてるんで、ぜひご登録ください。ということで株式 YouTuber の電脳ワッフでした。仁左衛門さんの涙、そして、この雨で濡れながらご失礼したいと思います。それでは歌舞伎座から失礼します。第2部10月第2部でした。